今回は年を重ねてもいつまでも若くて老けない男性の特徴についてお話しします。顔が整っているわけでもない、お金をかけているわけでもない。それなのになぜか若く見える男性っていますよね。その秘密の一つは実は声にあるんです。声が変わるだけで相手に与える年齢の印象が15歳も変わることがあります。例えば同じ50歳の男性でもハキハキした明るい声で話す人は30代後半に見られることがあります。一方でボソボソと語尾が曖昧な話し方をする人は60代に見られてしまうんです。でもほとんどの男性は声のことなんて全く気にしていません。髪型や服装ばかり気にして実は一番印象を左右する声を完全に放置してしまっているんですね。もう年だからと諦めている50代、60代の方も声を変えるだけであれ、この人若いなと思われるようになります。今回は声以外にも清潔感と動作という見落としがちだけど効果絶大な若返りのポイントをお伝えします。さらに体の内側から変える生活習慣や内面から湧き出る若々しさの秘密まで総合的にお話ししていきます。どれも今日から実践できることなのでぜひ最後まで見て明日から周りの反応の変化を実感してくださいね。若々しい印象を作る3つのポイント。それでは早速若々しい印象を与える男性の特徴から見ていきましょう。実は年齢よりも若く見える男性にはこれからお話しする3つの共通点があるんです。これは年収や学歴、顔の作りとは全く関係ありません。むしろ普通のサラリーマンでも今日から意識するだけで劇的に変わる部分なんです。意外なのはみんな知ってはいるけれど実際にきちんと意識している人がほとんどいないということなんですね。その1、声、話し方の若々しさ。まず1つ目は声と話し方です。実は人は相手の年齢を判断するとき声から受ける印象がとても大きいんです。電話で話している時を思い出してみてください。顔が見えなくても声だけでこの人若そうだなとか年配の方かなって判断することがありますよね。それと同じことが実際に会って話している時にも起こっているんです。声のトーンや話すスピード、語尾の明瞭さが年齢の印象を大きく左右します。これすごく重要なのに多くの方が見落としてるポイントなんですね。年齢を重ねると声帯の筋肉が衰えて声が低くなったりかすれたりしがちです。さらに話すスピードが遅くなったり語尾が不明瞭になったりします。でも声や話し方は意識すれば必ず改善できるものなんです。だからこそここをしっかりと対策することで若々しい印象を与えることができるんですね。対策としてはまず腹式呼吸を心がけることです。お腹から声を出すことで声に張りと響きが生まれます。それから普段の話すスピードを意識することも大切です。自分の普段の喋りより少し早めにすることを心がけてください。ただし早口になりすぎないよう注意してくださいね。あまりに早口だと聞き取りにくくなったりせっかちな印象を与えてしまいます。また50代、60代の方が20代のような話すスピードにすると逆に不自然で無理をしている感じが出てしまうんです。大切なのは自分の年齢に合った適度に活気のある話し方を心がけることです。ゆっくりすぎず早すぎず相手が聞きやすいペースを意識してください。さらに語尾をはっきりと発音することで相手に与える印象がガラリと変わります。毎日の練習方法としてはニュースの音読がおすすめです。アナウンサーの真似をしながらはっきりとした発音を心がけてください。あとは電話での話し方を意識してみるのも効果的です。電話では声だけで印象が決まるので普段より少し高めのトーンではっきりと話すことを心がけると若々しい印象を与えることができます。その2、清潔感の徹底管理。2つ目は清潔感の徹底管理です。清潔感なんて当たり前じゃないと思われるかもしれませんが、実は年齢を重ねるほど気づかないうちに清潔感が損なわれやすくなるんです。若い頃は多少雑でも肌のツヤや体の代謝でカバーできていた部分があります。でも年齢を重ねると同じケアをしていても清潔感を保つのが難しくなってくるんですね。さらに自分では気づきにくいのが問題なんです。
毎日鏡で見ている自分の変化には気づきにくく、周りの人の方が先になんか疲れて見えるな、老けたなと感じてしまいます。そして周りの人も体臭や口臭、服装の乱れについてはなかなか本人に指摘しにくいものです。だから自分で意識しないとどんどん清潔感が失われていってしまうんですね。だからこそ意識的に清潔感をレベルアップさせることが重要になってくるんです。特に注意が必要なのは体臭と口臭です。40代以降は体臭が気になりやすくなる傾向があります。これは年齢とともに皮脂の質が変化することが原因の一つとされています。こまめな洗浄と保湿が重要です。体臭対策としては朝のシャワーとデオドラント製品の使用が効果的です。特に夏場や汗をかきやすい体質の方は夜お風呂に入っても朝起きた時にはある程度体臭が発生しているので、朝のシャワーが重要なんです。冬場や時間がない場合は濡れタオルで体を拭くだけでも効果があります。特に耳の後ろ、首周り、脇の下は念入りにケアしてください。これらの部分は皮脂が溜まりやすく体臭の原因になりやすい場所です。口臭については歯磨きだけでは不十分です。口臭の原因の多くは舌に付着した汚れなので、絶対のケアとマウスウォッシュの使用も大切です。また口の中が乾燥すると口臭が強くなるので、水分補給を心がけることも効果的ですね。さらに服装の清潔感も重要です。洗濯の頻度を上げることはもちろん、服のサイズ感も見直してください。年齢とともに体型が変わっているのに、昔のサイズの服を着続けているとだらしない印象を与えてしまいます。特にお腹周りがきつくなったシャツやズボンは座った時にシワが寄ったりボタンが引っ張られたりして清潔感を損ないます。逆に体型の変化を隠そうとして大きすぎるサイズを選ぶと今度はダボダボで老けて見えてしまうんです。また同じ服を何日も連続で着るのは避けましょう。自分では気づかなくても汗や皮脂の匂いが蓄積されています。特に襟元や袖口の汚れは目立ちやすいのでこまめにチェックしてくださいね。これらの部分は顔に近いので相手の印象に直結します。黄ばみやシミがある場合は思い切って新しいものに買い替えることも大切です。その3、動作・仕草の若々しさ。3つ目は動作や仕草の若々しさです。これも多くの方が意識していないポイントですが、実は年齢が最も現れやすい部分なんです。考えてみてください。遠くから人を見た時、顔がはっきり見えなくてもあの人若いなとか年配の方だなってわかることがありますよね。それは歩き方や姿勢、全体的な動作から判断しているんです。年齢を重ねるとどうしても動作が重くなったり機敏さが失われたりします。歩くスピードが遅くなったり、椅子から立ち上がる時によいしょと言ってしまったり、階段を上る時に手すりに頼ったりかがむ動作が億劫になったりします。でもこれらの変化は筋力の衰えだけが原因ではありません。意識の問題も大きいんです。もう年だからと思うことで無意識に動作が重くなってしまっている部分があるんですね。歩行速度や動作の機敏さは相手に与える年齢印象に大きく影響します。若々しい動作のポイントはテンポとメリハリです。歩くときは背筋を伸ばして少し早めのペースを心がけてください。ただしせかせかした印象にならないよう堂々とした歩き方を意識することが大切です。足を引きずるように歩くのではなく、しっかりと足を上げて歩くことで活力のある印象を与えます。座るときや立つときもスムーズで無駄のない動作を意識しましょう。椅子にドスンと座ったり立ち上がるときに机に手をついたりするのではなく、体幹を使ってスムーズに動作することが重要です。特に効果的なのは階段の上り下りです。手すりに頼りすぎず、足の力で昇降することで全身の若々しさがアピールできます。もちろん安全第一ですが、できる範囲で自分の足の力を使うことを意識してみてください。また手の動きも重要です。ジェスチャーを交えながら話すことでエネルギッシュで活動的な印象を与えることができます。ただし大げさすぎると不自然になるので、自然な範囲で手を動かすことを心がけてください。さらに姿勢も大切なポイントです。猫背になりがちですが、意識的に胸を張って
顎を軽く引いた姿勢を保つことで、自信に満ちた若々しい印象を作ることができます。特にスマートフォンを見るときは下を向きすぎず、なるべく目線の高さに近づけて操作する。パソコン作業では画面を少し高めに設定して、背筋を伸ばした状態で作業できるようにすることが大切です。ここで視聴者の皆さんに質問です。今お話しした3つの要素の中で、これは今まで意識してなかったと思ったものはありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。生活習慣で作る若さの3要素。さて、ここからは生活習慣を見直すことで若さを作る方法をお伝えしていきます。印象をいくら整えても、基本的な生活習慣が乱れていては、本当の若々しさは手に入りません。なぜなら、肌のツヤ、目の輝き、体の動きやすさ、そして何より活力というのは、すべて日々の生活習慣から生まれるものだからです。表面的なケアでは隠しきれない、内側からの老化は、どうしても表に現れてしまいます。疲れやすい、朝起きるのが辛い、体が重い、こうした状態では、どんなに外見を整えても若々しさを演出するのは難しいんですね。でも逆に言えば、生活習慣を整えることで、年齢に関係なく体の内側から若さを取り戻すことができるんです。これからお話しする3つの習慣を実践することで、体の内側から若さが溢れ出てきます。その1、睡眠の質向上で成長ホルモン分泌。まず1つ目は、睡眠の質の向上です。睡眠が大事なのは分かってるけど、という声が聞こえてきそうですが、年齢を重ねるほど、睡眠の質が若さに与える影響は大きくなるんです。若い頃は多少無理をしても、一晩眠れば回復できていましたよね。でも年齢を重ねると、睡眠不足の影響が顔や体調に如実に現れるようになります。肌がくすんだり、目の下にクマができたり、体がだるくて動作が重くなったりします。成長ホルモンは深い睡眠中に分泌されます。このホルモンは肌の再生や筋肉の修復、脂肪の分解など若々しさを保つために欠かせないものです。つまり質の良い睡眠をとることで、文字通り寝ている間に若返ることができるんですね。逆に睡眠の質が悪いと、この自然な回復プロセスが阻害されて老化が加速してしまいます。質の良い睡眠をとることで、このホルモンの分泌を促進できます。睡眠の質を上げるためには、まず寝室環境を整えることが大切です。寝室の温度や湿度を適切に保つことも重要です。暑すぎず寒すぎない、快適と感じる環境を作ってください。エアコンや加湿器を使って、1年を通して心地よい環境を維持しましょう。また、寝具も重要です。枕の高さが合わないと首や肩に負担がかかり、深い眠りを妨げてしまいます。また、寝る前の1時間はスマートフォンやテレビを見ないことも重要です。ブルーライトが睡眠ホルモンのメラトニンの分泌を妨げてしまうからです。どうしてもスマホを見る必要がある場合は、ブルーライトカットの設定を使ったり、画面の明度を最低レベルまで下げたりしてください。寝室は睡眠だけの場所にすることも大切です。ベッドでテレビを見たり、仕事をしたりしていると、脳がベッドを覚醒する場所と認識してしまいます。おすすめの入眠ルーティンは、軽いストレッチと深呼吸です。体と心をリラックスさせることで、質の高い睡眠を得ることができます。お風呂上がりに軽くストレッチをして、ベッドに入ったら深呼吸を繰り返すことで、自然と眠りに入りやすくなります。読書や軽い音楽を聴くのも効果的ですね。その2、血行促進で顔色と活力アップ。2つ目は、血行促進です。血行が良いと、顔色が良くなり、肌に張りとツヤが生まれます。また、栄養と酸素が全身に行き渡ることで、活力も向上します。血色の良い人って、それだけで健康的で若々しく見えますよね。逆に血行が悪い人は、顔色がくすんだり、青白く見えたりして、どうしても疲れた印象を与えてしまいます。年齢とともに血管の弾力性が失われ、血流が悪くなりがちです。デスクワークが多い現代人は特に、長時間同じ姿勢でいることで血流が滞りやすくなります。さらに、血行不良は見た目だけでなく、冷え性や肩こり、疲労感の原因にもなります。手足が冷たい、夕方になると足がむくむ、
朝起きても疲れが取れない。こうした症状は血行不良のサインかもしれません。これが老けて見える大きな原因の一つなんです。血行を促進する最も効果的な方法は入浴です。38度から40度のお湯に15分程度浸かることで血管が拡張し、血流が改善されます。熱すぎるお湯は逆に体に負担をかけてしまうので、ぬるめのお湯でゆっくりと体を温めることが大切です。忙しくてシャワーだけで済ませがちですが、週に数回でも湯船に浸かる習慣をつけてみてください。さらに、入浴中に軽いマッサージを行うと、より効果的です。お湯の中では筋肉がリラックスしているので、マッサージの効果も高まります。首周り、肩、ふくらはぎを優しくマッサージしてください。力を入れすぎず、指の腹を使って円を描くように優しく揉んでいきます。特に首周りは、一日中頭を支えている部分なので、丁寧にケアしてあげましょう。また、日常的にできる血行促進法として、階段の利用やデスクワークの合間のストレッチがあります。エレベーターを使わずに階段を使う。1時間に1度は立ち上がって軽く体を動かす。こうした小さな習慣の積み重ねが血行改善につながります。特に、ふくらはぎは第二の心臓と呼ばれるほど血行に重要な部位です。ふくらはぎの筋肉が収縮することで、下半身に溜まった血液を心臓に送り返すポンプの役割を果たしているんですね。かかとの上げ下げ運動を1日50回程度行うだけでも、全身の血行が改善されます。デスクワーク中でも、座ったままできる簡単な運動です。その3、ストレス管理で体調を整える。3つ目は、ストレス管理です。ストレスは、老化を早める最大の敵と言っても過言ではありません。現代社会では、仕事のプレッシャー、人間関係、経済的な不安など、様々なストレスに囲まれて生活しています。特に50代、60代の方は、職場での責任が重くなったり、家庭での役割が増えたり、健康への不安が出てきたりと、ストレスが溜まりやすい環境にあります。慢性的なストレス状態では、体に様々な悪影響が現れやすくなります。肌の調子が悪くなったり、疲れやすくなったりすることがあります。さらに、ストレスは表情にも影響します。常にしかめっ面をしていたり、眉間にシワが寄っていたりすると、それだけで老けた印象を与えてしまいます。また、ストレスで食欲がなくなったり、逆に暴飲暴食に走ったりすることで、体型にも影響が出てきます。睡眠にも大きく影響して、なかなか眠れない。夜中に目が覚める。朝起きても疲れが取れない。といった状態になることも多いんです。効果的なストレス管理法をご紹介しますね。まず、深呼吸法です。ゆっくりと息を吸って、少し止めて、ゆっくりと吐く。これを数回繰り返すことで、気持ちを落ち着かせることができます。深呼吸は場所を選ばず、どこでもできる手軽なストレス解消法です。電車の中でも、会議の前でも、イライラした時にすぐに実践できます。次に、自分なりのリラックス方法を見つけることも大切です。好きな音楽を聴く、温かいお茶を飲む、ペットと触れ合う、読書をするなど、人それぞれ心が落ち着く方法があるはずです。また、適度な運動もストレス解消に効果的です。激しい運動は必要ありません。10分程度の散歩でも、気分転換になることが多くの人に実感されています。外の空気を吸いながら歩くことで、頭の中が整理されて、新たな気持ちで物事に取り組めるようになります。時には、信頼できる人に話を聞いてもらうことも重要です。一人で抱え込まず、家族や友人に悩みを相談することで、心の負担が軽くなることがあります。重要なのは、ストレスを完全になくそうとするのではなく、上手に付き合っていくことです。ストレスは生きている限り避けられないものですから、自分に合った発散方法を複数持っておくことが大切ですね。皆さんは、ストレスを感じたとき、どんな方法で解消していますか？もし良い方法があれば、ぜひコメント欄でシェアしてください。他の視聴者の方の参考にもなると思います。内面から湧き出る若々しさの秘密。ここからは、内面から湧き出る若々しさについてお話しします。どんなに外見を整えても、内面が老け込んでいては、本当の魅力は生まれません。あの人、なんか若いなと思わせる人って、見た目だけじゃないんです。話し方、
考え方、物事への取り組み方、そういった内面から溢れ出るエネルギーがその人を若々しく見せているんですね。逆に外見はバッチリ決まっているのに、話をしてみるとなんか疲れてるな、元気がないなと感じる人もいます。これは内面の若々しさが失われているからです。年齢を重ねるとどうしてももう新しいことは覚えられない、変化についていけない、昔は良かったといった思考パターンに陥りがちです。でもこうした考え方が実は一番老化を早める原因なんです。心の持ち方一つで同じ年齢でも全く違った印象を与えることができます。若々しい人に共通する内面的な特徴と、それを身につける方法をご紹介していきます。好奇心と学習意欲の維持。まず若々しい人の最大の特徴は好奇心と学習意欲があることです。もう年だから新しいことはと思った瞬間から心の老化が始まります。脳科学の研究では、新しいことを学び続けることで脳の神経回路が活性化され、認知機能の低下を防ぐことが分かっています。学習といっても難しいことを始める必要はありません。普段見ないテレビ番組を見てみる、図書館で気になった本を手に取ってみる、地域のイベントに参加してみる、こんな小さなことでも脳には良い刺激になります。例えばいつも聴いているラジオ局を変えてみる。すると新しい音楽や情報に出会えたり、今まで知らなかった世界を知ることができたりします。こうした小さな発見が心に新鮮さを与えてくれるんです。また若い人との会話も効果的です。最近の流行や考え方を知ることで自分の世界が広がります。最近の若い人はと批判的に見るのではなく、なるほど、そういう考え方もあるのかと受け入れる姿勢が大切です。特におすすめなのはスマートフォンの新しいアプリを使ってみることです。デジタルネイティブな若い世代に負けないよう、積極的に新しい技術に触れてみてください。最初は戸惑うかもしれませんが、使えるようになった時の達成感は確実に自信につながります。読書や映画鑑賞でもいつもと違うジャンルに挑戦してみることで新たな視点を得ることができます。ポジティブな口癖の習慣化。次に重要なのはポジティブな口癖を身につけることです。言葉は思考を作り、思考は行動を作り、行動は現実を作ります。疲れた、面倒くさい、どうせ無理といったネガティブな口癖は自分自身を老け込ませてしまいます。実は口癖というのは自分だけでなく周りの人にも大きな影響を与えるんです。いつも愚痴ばかり言っている人の近くにいるとこちらまで気がめいってしまいませんか？逆に前向きな言葉をよく使う人と一緒にいると元気をもらえることが多いですよね。代わりに面白そう、やってみよう、まだまだ大丈夫といったポジティブな言葉を使うよう心がけてください。具体的には問題が起きた時に困ったなではなく、どうしたらうまくいくかなと言い換える。新しいことに直面した時に難しそうではなく勉強になりそうと考える。こうした小さな言葉の変化が思考パターンを変えていきます。また一日の終わりに今日も疲れたではなく、今日もよく頑張ったと自分をねぎらう習慣をつけることも効果的です。最初は意識的に行う必要がありますが、習慣化すると自然と前向きな思考パターンが身につきます。周りの人からも最近明るくなったね、元気そうだねと言われるようになり、それがさらに自信につながるという好循環が生まれます。人との関わりを大切にする。そして人との関わりを大切にすることも若々しさを保つ重要な要素です。孤独感は老化を早める大きな要因の一つです。実際に研究でも社会的なつながりが豊かな人ほど認知機能の低下が遅く、身体的にも健康を保ちやすいことが分かっています。人と話すことで脳が刺激され、笑ったり感情を共有したりすることで心身の活性化につながるんですね。家族、友人、同僚、近所の人など様々な人とのコミュニケーションを大切にしてください。例えばコンビニの店員さんにありがとうと声をかける、エレベーターで一緒になった人に軽く挨拶をする、こんな些細なやりとりでも人との接触は心に良い影響を与えます。特に年下の人との交流は
新しい価値観に触れる良い機会になります。若い人の考え方や流行を理解しようとする姿勢が心の若さを保つ秘訣です。最新の音楽、映画、技術などについて教えてもらうことで自分の世界が広がります。ただし、無理に若者に合わせる必要はありません。自分らしさを保ちながら相手を尊重する姿勢が大切です。最近の若い人は理解できないと距離を置くのではなく、違いがあるからこそ面白いと捉えることで年齢を超えた良い関係を築くことができます。また、自分の経験や知識を若い人に伝えることでお互いにとって有意義な関係になります。もし人とのつながりが少ないと感じている場合は、まずは職場の同僚ともう少し雑談を増やしてみたり、近所の人と挨拶程度から始めてみたりすることをお勧めします。特別な活動を始めなくても、すでにある関係性を少し深めるだけで、人とのつながりは豊かになります。実践しやすい若返り習慣。最後に、今日からすぐに実践できる若返り習慣を簡単にご紹介しますね。まず、朝の時間を活用した若返り習慣の例をご紹介します。例えば、起きたらすぐに背伸びをする、洗面所で大きくあいうえおを言う、鏡を見ながら笑顔を作る、深呼吸をする、ポジティブな言葉を声に出すといった習慣です。自分に合ったものを選んで、毎日続けることで、心と体に良い影響を与えることができます。日中にできるアクションもご紹介しますね。エレベーターではなく階段を使ってください。歩くときは背筋を伸ばして、少し早めのペースで歩きましょう。会話の時は相手の目を見て、笑顔を心がけてください。新しいことに対して前向きな姿勢を心がけ、日常の中でよく笑うことを意識してみてください。これらのアクションは、特別な時間を作る必要がなく、日常生活の中で自然に取り入れることができます。そして、夜寝る前には一日を振り返る時間を作ってみてください。今日あった良いことや、学んだことを思い返したり、明日への期待を持ったりすることで、前向きな気持ちで一日を終えることができます。最後に深呼吸をしながら体の力を抜いてリラックスしてください。この習慣により、質の良い睡眠につながります。まとめ。それでは、今回の内容をまとめてみますね。若々しく見える男性の特徴として、声、話し方に若々しさがあること、清潔感が徹底されていること、動作、仕草にエネルギーがあることをお話ししました。生活習慣で作る若さの要素として、質の高い睡眠で成長ホルモン分泌を促すこと、血行促進で顔色と活力をアップすること、ストレス管理で体調を整えることをご紹介しました。そして、内面からの若々しさとして、好奇心、ポジティブな思考、人との関わりの大切さをお話ししました。大切なのは、完璧を目指すことではなく、できることから少しずつ始めることです。今回お話しした中で、一つでも、これなら続けられそうと思ったものがあれば、ぜひ今日から実践してみてください。変化は必ず現れます。そして、その変化が自信につながり、さらなる若々しさを生み出す好循環が始まります。年齢は変えられませんが、年齢の見え方は変えることができます。今回の動画で、これは実践してみたいと思った習慣があれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。皆さんの実践報告や質問が次回の動画作りの参考になります。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。